源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に筑後訳が流れます。一瞬で一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。具体的に言うと、用語、行為、こんな風に原文を読み上げます。それに合わせて音読をしていただけたら幸いです。さらには赤字で筑後訳を表示します。特に傍線部分、原文と照らし合わせて確認をしてください。イラスト訳でイメージが沸かせられたらいいと思います。それではイラスト訳本編のスタートです。天代の品定めが終わり、本格的に物語が進んでいきます。では行ってみましょう。かろうして、今日は木の景色も直れる。かくのみ、こもり、さぶらいたまおも。大殿の御心、愛おしければ。まかでたまえり。大方の景色。人の気配も。気ざやかに気高く。乱れたるところ、まじらず。なお、これこそは、かの人々の捨てがたく取り入れし豆人には頼まれぬべけれ。と、おぼすものから、あまり麗しき御ありさまの、溶けがたく恥ずかしげに思い静まりたまえるを、想像しくて、中納言の君、中司さなど用のおしなべたらん和光とともに、ざれごとなどのたまいつつ、暑さに乱れたまえる御ありさまを、見るかいありと思い聞こえたり、
音ども渡りたまえて、打ち解けたまえれば。三木町隔てて、おわしまして、御物語、聞こえたもう。あつきに、と、苦みたまえば。人々、笑おう。あなたま、とて。教則によりおわす。いと安らかなる御振る舞いなりや。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。久々に尊敬語や謙譲語がたくさん出てきましたので、今回は敬意対象についてお話をします。まず、誰からの敬意か。字の文では作者から、会話文では話し手からの敬意になります。これは機械的に見分けられますね。次に、誰への敬意かに関してです。これは、尊敬謙譲丁寧という敬語の種類によって見分けます。尊敬語ならば動作主、つまり主語に対する敬意表現。謙譲語ならば動作の受け手、つまり客体に対する敬意表現。丁寧語ならば話し手から聞き手、あるいは作者から読み手に対する敬意表現ということです。今回出てきました子守サプライたまうを例にとって説明します。まず、サブラフという動詞なんですが、これは謙譲語と丁寧語2種類あります。見分け方は、子守サブラウという補助動詞になった場合は必ず丁寧語。今回は子守で切れますよね。そして、どこにこもっているのかといえば、宮中ですよね。ということで、宮中にというつながりになる時点で謙譲語と判明します。宮中に思考する。これが客体、つまり動作の受け手になるので、敬意対象は帝に対する敬意表現、宮中にいる帝に対する敬意表現ということです。次に、たまうです。これは謙譲語、尊敬語、2つあるんですが、たまふとなった時点で尊敬語に決まってきます。尊敬語は主語に対する敬意表現でしたね。誰が宮中にこもっているのでしょうか。光源氏がこもっている文脈判断ができれば、光源氏に対する敬意表現ということになります。では、たまえるのたまへはどうやって見分けをするんでしょうか。これは、下についている助動詞るに着目をします。受け身尊敬自発可能の助動詞る、あるいは完了存続の助動詞り、2つの可能性がありますが、接続を覚えていますか？受け身の助動詞の場合、余談、なへん、らへんの未然形、すなわち、あに接続します。それに対し、完了、存続の助動詞りの場合、左辺の未然形、余談の未然形、すなわち、えに接続をします。たまえという形になっているので、これは明らかに余談の未然形、すなわち尊敬語になるというわけです。
今回の第2条母記事からの動画でしたね。第1条ちりつぼにおいてはすでに YouTube にアップしてあります。また、母記事の中のあまよの品定めについても再生リストを作ってありますので確認をしておいてください。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強、サポートにお使いください。それではまた。